こんにちは。今回は斑入り観葉植物についての動画です。私が持っている中からいくつか紹介していきますが、ちょっと手に入りにくいタイプも紹介しますし、それをどうやって手に入れたかについても話したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。緑の葉に白や黄色の模様が入っている観葉植物のことを斑入りと呼びます。例えばこのポトスマンジュラ、綺麗ですよね。緑の葉に黄色がかったクリーム色の模様が入っています。ちなみに英語では斑入り観葉植物のことを Variegated Plants と言います。斑入りの植物は手に入りにくかったり、ちょっと値段が高いものもありますよね。このゴムの木も前は手に入りにくかったと思うんですけど、最近ではアメリカではスーパーやホームセンターの植物コーナーにも並ぶようになって、だいぶ手に入りやすくなりました。このゴムの木はトレーダー・ジョーズで買いました。先ほど白や黄色の模様が入っているって言いましたけど、ピンク色の模様が入っているのもあるんですよね。私はピンクの模様が入ったのがすっごく好きなんです。このピンクスプラッシュはカリフォルニアに住んでいる人から買ったんですが、届いた時にはこんなに小さかったんです。苗の状態でカリフォルニアから送ってもらったんですけど、なんと郵送中に違う住所に届いてしまって、数日行方不明になったというアクシデントがあったんです。そんなアクシデントがあったんですけど、こんなに大きく育ちました。このシンゴニウムアルモはローカルの友達にカッティングをもらいました。シンゴニウムアルモは最近では割と手に入りやすくなってきたと思うんですけど、2020年頃までは結構高かったんですよね。なので友達がシェアしてくれたのでラッキーでした。これはモヒートとスリーキングスをミックスして鉢植えしたものです。この2つはローカルの友達からカッティングを買いました。そんなに高くはなかったです。珍しいタイプでお店に並ばないような種類はローカルの観葉植物コミュニティつながりで売り買いができるんですよ。で、カッティングから育てるのが好きであればそれも一つの方法かなと思います。この2つは葉が2枚ずつのカッティングからここまで育てました。葉の模様についてなんですが、このアルボをよく見ると下の方に緑色の葉がありますよね。で、友達からカッティングをもらって、根が生えてから最初に、葉が落ちてしまって新しく出てきた葉が全くの緑色の葉だったんですね。で、その後3ヶ月後になって、新しい葉が出てきたんですが、それが初めて、クリーム色の模様がある葉でした。模様がきれいに出るようにするメソッドとして、まず日光をたくさん浴びるときれいな模様が出ると言われています。下から上に行くにつれて模様がだんだんきれいになってきていますよね。東向きの窓のすぐそばに置くようになってからきれいな模様が出てきたような気がします。このほぼクリーム色の葉は一番最近出てきた葉です。後でまた説明しますが、実はこのクリーム色の葉が出る前に模様のない緑色の葉が3枚くらい続いて出てきたんですね。で、それでその部分を切ったんです。そしたら切った後に初めて出てきた葉がこのクリーム色の葉でした。これについては次に詳しく話します。もともと買った時には綺麗な模様があったのに、新しい葉がどんどん普通の緑の葉だけになってしまったことってありませんか？このバールマルクスですが、綺麗な黄色の模様が出てますよね。実は、出てきます。はい。
緑のバールマルクス、この2つもともと1つのバールマルクスだったんです。アメリカではこの模様が突然出なくなってしまうことのこの現象のことを reversed という言い方をします。reverse という単語には逆転するとか反転するとかっていう意味があるんですけど、突然模様が出なくなってしまった時にリバースしちゃったみたいな感じで言うんですよね。はい、で画面に映っているように緑の葉になってしまった部分を切ったんですね。でリバースが起きた時は切ると模様がまた出てくるようになると言われているんです。で切る時なんですが、見てください。茎の部分に模様がありますよね。線のような模様がありますよね。で斑入りの植物は茎にも色とか模様が出ているはずなんです。この新しく出てきた黄色の模様がある葉の茎もちょっと見にくいですが、模様があります。緑の方を見てみるとちょっとこれも見にくいんですけど、模様がなくて緑色の茎ですよね。なので切るときは茎の模様がある部分のすぐ上を切るといいと言われています。では次に斑入りのモンステラを紹介したいと思います。私は3種類の斑入りモンステラを持っています。斑入りのモンステラは手に入りにくいし、そして高いですよね。私もなかなか手が出なかったんですが、2021年に個人で斑入りの観葉植物専門を販売している友達がいまして、その人からアルボを買いました。葉が1枚で根もしっかりとしている状態のもので198ドルで買いました。2021年のクリスマスくらいに買ったんですけど、なかなか新しい葉が出てこなくて、画面に映っているのが2022年の7月なんですが、このアルボは虫にもやられちゃったりとか大変だったんですよね。約1年ちょっと経って今8枚目の葉が開いたところです。このオーレアはアルボも買った同じその友達から買いました。これもやっぱり葉が1枚のものを198ドルで買いました。4枚目に出てきたこの葉はすごく綺麗な模様なんですけど、特に一番上のところにライム色があるのがすごく気に入ってます。数日前に5枚目の葉が開いたんですが、オーレアはいつも最初に開くとこういう風にライム色でほとんど模様が見えません。で、少しずつ模様が出てきます。はい、最後にタイコンステレーションです。画面に映っているのは買った時に届いた時の状態ですね。葉っぱ1枚に、根がついている状態のものを買いました。カリフォルニアで個人販売している人から買ったんですけど99ドルでした。でこれが最近開いた、一番新しい葉っぱです。結構大きくてびっくりしました。模様もすごい綺麗ですよね。はい、この3つの中でタイコンステレーションが一番成長が早いと思います。あと育てるのもすごく簡単だし、全部ね1枚の葉の状態で買ったんですよ。で3つとも全部2022年に買ったんですけど、明らかにこの、タイコンステレーションが一番サイズ的には大きくなってます。なので結構アルボとタイコンステレーションって結構比べられるんですけど、私は個人的な感想ですけど、タイコンステレーションの方が育てやすいなと思います。フィーリモンステラは2020年の観葉植物ブームのピークに比べるとだいぶ値段は下がってきたんじゃないかなとは思うんですけれども、でもやっぱりまだ高いですよね。なので、大きいものをね最初から買うっていうのもいいと思うんですけれども、私がやったみたいに、葉が1枚だけとか小さいものを
なるべく安く買ってそれを大きく育てるっていうのも方法かなと思います。ちなみに左側がアルボ、右側がタイコンステレーションです。これぐらいの大きさだと今のアメリカだとだいたい250ドルか300ドルぐらいで買えるんじゃないかなと思います。最後は斑入りのアロカシアを紹介します。これは最近買ったばかりのオドロ沖縄シルバーです。49ドルでした。はい、そしてこれが、フライデックですね。はい、このね斑入りフライデックがねすごく高いんですよね。で左側に写っているのが普通のフライデック、右側に写っているのが斑入りです。でこの斑入りの方を私は、球根から、育てました。カリフォルニアに住んでいる友達で斑入りのアロカシアを専門にコレクションしている人がいるんですね。で彼女のコレクションの中から球根があるってことで買ったんですけれども、球根1個で90ドル確かしたと思います。はい、これがね一番最近出てきた新しい葉なんですが、で球根から育てて最初に芽が出てきた画像がこれです。でそんなに模様が出なかったんですよね。で友達によると、ハルカシアの球根は本当に当たり外れがあって全く模様が出ない時もあると言ってました。アロカシアはまだ2種類しか持っていないので、これからまた少しずつフィールのものを集めていきたいと思っているんですが、このねフライデックの模様をなんとかもう少し綺麗にしたいですよね。もうちょっと白が出てきてくれたらいいなと思ってます。ということで今回は斑入りの観葉植物についての動画でした。いかがだったでしょうか。参考になった、面白かった、良かったと思った方、グッドボタンを押してもらえたら嬉しいです。このチャンネルではアメリカの砂漠地帯でたくさんの観葉植物と暮らす私が植物を育てる時の私流のアイデアやメソッドを発信しています。私も観葉植物が好きという方、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。